はい。京都大学の児玉です。今回、第2回の、パンデミックの倫理学の講義を始めたいと思います。前回はだいぶ緊張していたので、だいぶ早口になったんですけども、今回もちょっと緊張してますので、大体2倍速ぐらいで頑張ろうと思います。講義が終わる頃には8倍速ぐらいになって、8倍速おじさんと呼ばれるようになりたいかなと思います。はい。そしたら、早速参りたいと思います。よろしくお願いします。はい。前回のまとめからです。前回のまとめでも今回詳しく申しませんが、公衆衛生とは何かと、公衆衛生と倫理ってどういう関係にあるかという話を、中心にしました。で、特に重要な問題として個人の自由の制限をどうするかという問題があるという話でした。それで前回外出制限はどこまで正当化できるかっていう話をしようと思ってたんですけど、ちょっと時間がなかったので、今回の話に、組み合わせてという今回の話とつなげてお話ししたいと思っております。次のスライドいきます。それで前回の復習まだ続きますが、個人の自由をなぜ制限してよいのかというので、感染症予防や健康増進のために個人の自由をなぜ制限してよいか、正当化の根拠の候補としましては、他人に危害を加えるんだったら、それは制限してよいというミルの他者危害原則で、またその本人の危害を守るために個人の自由を制限してよいというパターナリズム、また最後にそのフッ素の話をしましたけど、フッ素を上水道に入れるという話をしましたけども、もしかすると本人にさえ利益がないけれども、全体にとって良いということから規制ができるという全体の利益という話をしました。質疑応答の中でもう少し出しましたけれども、今回この3つを中心に、さらに考えていきたいと思います。次に参ります。それで、クルーズ船と隔離の問題の話を今回したいと思います。ですね、ここに書いてありますように、クルーズ船とあまりその固有名を入れるのは良くないかなと思って、クルーズ船と隔離の問題というふうに、変えたんですけども、最初今回皆さんにクリッカーというか、ちょっと投票してもらいながら話を進めたいと思いますので、少し練習問題に行きたいと思うんですけども、ちょっと、可能であれば、クリッカーに参加していただければと思います。で、この練習問題としまして、まず簡単なものから始めたいと思います。今年2月に横浜港での検疫中に船内での感染拡大が問題になったクルーズ船の名前は何かということで、1番ダイヤモンド号、2番プリンセス号、3番ダイヤモンドプリンセス号ということになってますので、これ、少し、クリッカーを、に参加していただいて、投票していただいて、見ていただければと思います。はい、ですね。このアンケート投票なんですけども、スライドと SLIDO というスライドというウェブサービスを使います。匿名で投票できますので、気軽に参加してもらえればと思います。で、今、スマホで見てる人はちょっとYouTube から離れるので、難しいかもしれませんが、パソコンなどで見ている方に、特に、ご参加いただければと思います。はい。で、見えておりますでしょうか。で、スマホで今画面に出ている QR コードを読み取っていただくか、スマホで読み取っていただくか、パソコンの中で投票するなら、SLIDO スライドという、SLIDO と検索して、スライドの、サイトに行ってください。すると、アクセスコードを要求されますので、そこに11974、11974、もう一回言いますけども、11974と入れてください。できますでしょうか。できた方は、私もちょっとやってみますけども、できた方は、その一つ目の問題に行ってみてもらえたらと思います。はい。少し時間取りますので、よろしくお願いします。QR コードを、スマホで QR コードを、見るか、パソコンで SLIDO、スライドというのに参加して、探していただいて、アクセスコード11974というのを打ち込んでください。あ、もう早速、はい。私もちょっとやってみます。はい、もうすでに私と同じぐらいの世代の方は、ある曲が脳内再生されてるんじゃないかと思いますけども、
私はここで鼻歌なんかを歌ってしまうと、ジャスラックに使用料を請求されたりしますので、するかもしれないので、知らない人は調べてください。はい、よろしいでしょうか。はい、もうほとんどの方が正解になっているかと思いますけれども、少し違う答えもあるので、あるところでありますけれども、答えは、ダイヤモンド・プリンセス号であります。はい、こんな形であと2問ほど途中で問題を解いてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、次のスライドいきたいと思います。はい。はい、いきます。それで第2回の概要ですけれども、このダイヤモンド・プリンセス号の隔離措置の事例について考えたいんですが、これはその後に生じた全国的な外出制限に伴う倫理的問題を考えるのに役立つんじゃないかと思います。ある種、完全に同じではないんですけども、ダイヤモンド・プリンセス号で起こったことが、その後に起こることの、を考える上で非常に役立つんじゃないかなと思っております。この事例を検討することを通じて、感染症による移動の自由の制限、この一般の倫理的問題について考えたいと思います。はい、次参ります。はい、それで、皆さんは、ちょっとクルーズ船の乗客だということで考えていただければと思います。クルーズ船の乗客で、皆さん実際にこの問題の渦中にいると、想像しながら、考えてもらえたらと思います。はい。このクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号ですが、18階建ての豪華客船、その船に浮かぶリゾートホテルと呼ばれてたような、呼ばれているようなものですけれども、乗客数が約2700名。で、今回半数が日本人で、乗員数は約1000名であります。で、1月20日に横浜港を出発して、2月4日に横浜港に戻ってくる予定、下船する予定でした。次行きます。クルーズ船で新型肺炎が発生するというので、これ、出発して間もなくすると、1人、体調が悪いというので、香港で1月25日に下船します。で、香港、ベトナムですかね、香港、ベトナム、台湾等を回って横浜に戻ってくるというプランでしたけども、1人が調子悪くなって降りたところ、2月1日に感染が確認されます。ここら辺はもうすごく大変な時で、1月20日に出発するんですけども、1月23日に、中国の武漢が都市封鎖になります。そういうもう出発してからもう大変な話になってくるという頃であります。2月1日に感染確認されたので、2月3日に、3日に横浜港に戻ってきて、検疫を開始したところ、5日に、10名陽性ということになります。そこで、船長が、次のように、皆さん検疫法に基づき14日間船内で健康観察してもらうことになりましたので、客室に留まってくださいと、下船できないというふうに言うわけです。で、これは大変だということで、世界中で、話題になった件なんですけども、ここでちょっと今の検疫法等という話があるんですけど、隔離の定義について、見てみたいと思います。ちょっとここ一体、今から何が問題になるのかっていうので、やはり定義が非常に重要なところであります。少し、前回も少しお示ししたかもしれませんが、隔離といったときに、アイソレーションとクオランティーンというのが、大きく分かれます。で、アイソレーションっていうのは感染が確定されたものを、病院等に隔離することであります。それに対してクオランティーンっていうのは、感染が疑われるものの隔離でありまして、これ、アイソレーションとクオランティーン、日本語だとあんまりいい訳がない、訳し分けがないみたいなんですけども、クオランティーンっていうのが、よく、今回、いろんなところで問題になったもので、感染が疑われるものの隔離、検疫法の中で停留という言葉があります。ですので、停留という言葉を当てはめてもいいんですけど、ちょっとなかなかいい訳語がないというところです。皆さん、訳語について重要な問題なんで考えていただければと思うんですけども、でついでにこの検疫法、クオランティンアクトっていうのは検疫法と訳されます。ただちょっと気をつけないといけないのは、検疫法というと検疫する、検疫官が、疫病がないか検査するという意味だと思うんですけども、検疫するということになりますけども、クオランティンっていうのは、普通動詞で使われるときは、ある人たちを閉じ込めると、特に
この今回の船の中だとか、あるいは町の都市を封鎖して、出さないというようなことが、クオランティンと言われるものであります。ですので、ちょっと検疫っていうのが少し、英語で言うとこのクオランティンとはニュアンスが違うところです。もともとは、イタリア語でその40日間、もともとこの船を、ペスト等に感染している恐れがある船を40日間、港の中に入れないというところから、始まった言葉であります。はい。もう一つの言葉としては、コードンサニテアという言葉があります。これは、神のペストの小説なんかでありましたように、一地域を封鎖する、その貿易線という意味です。例えば武漢だとか、イタリアの北部の時にも、この貿易線という発想があったと思います。一部のところを閉じ込めてしまう、出られないようにするというものであります。で、最後に、ソーシャルディスタンシングとかフィジカルディスタンシングというので、今回、たくさん皆さんお聞きになった言葉だと思いますけれども、この言葉があります。これ、社会的あるいは、物理的な距離を拡大させるとか、距離拡大戦略と訳されたところであります。もともとは、このソーシャルディスタンシングというのが、上の言葉の、上位概念にあたって、ソーシャルディスタンシングの中にこういうアイソレーション、クオランティーン、コードンサニテアというものが入ると。つまり一定の距離を置くということで、病気感染症が拡大するのを防ぐという、その上位概念だったんですけど、最近ではちょっとソーシャルディスタンシングっていうと、特定の新しい生活様式の3密を避けるみたいな、それに使われている傾向があるんじゃないかなと思います。はい、早速もうどんどん行きたいと思います。次に行きます。はい。そしたらそもそも、なぜ下船したらいけないのかと、いうことでありますが、これちょっと考えていただきたいと思います。もちろん検疫法があるというのが一番大きいんですけども、じゃあ検疫法を正当化する、検疫法ってなぜ、これに従わないといけないんだと、どういう根拠に基づいているんだということを考えてもらいたいと思います。で、ここでその次の質問なんですが、乗客の下船制限を正当化する理由として、一番説得力あるのはどれだろうかというご質問になります。皆さん、乗員に対して、船員に対して、いや、なんで、キャプテンでもいいんですけども、船長に対して、なんで降りちゃいけないんですかって言ったときに、もちろん検疫法だっていうのが一番手っ取り早いんですが、じゃあ、検疫法の根拠になっているというか、道徳的に一体、あるいは倫理的にどういう根拠なんだということを聞くと、皆さんどれだと納得するでしょうか。一番が他者危害原則で、いやいや、あなたが下船すると、あなたが他人に感染させることで危害を加える可能性が高いため、下船すべきじゃないんですというわけです。二つ目はパターナリズムで、あなたが下船すると他人から感染させられる危険があるため、下船すべきじゃないんですと。で、三つ目は、全体の利益ということで、あなたを含めた乗客の下船を認めると、船外での感染者と死者が増えるため下船すべきではないと。他にも理由があるかもしれませんけど、この3つの中で最も皆さんが納得、それならしゃあないと言えるような理由っていうのはどれになるでしょうか。はい、少し考えてみてください。また、スライドの方に行きますので、選んでみていただければと思います。もう先ほど練習した方にはもうすでに開いてるんじゃないかと思います。いかがでしょうか。まだ途中から入ってきている方はこの QR コードを読むか、スライドというウェブサイトを検索して、11974、11974というアクセスコードを入れると、この、アンケート投票に参加できます。よろしければぜひご参加ください。いいですね。いろんな方に参加していただいておりますが、全体の利益というのが今一番57% になってますが、他者危害原則が 41% というので、結構割れてるのかなと思います。パターナリズムっていうのがすごく少ないというふうになってます。いかがでしょうか。もう少しだけ時間取りますので、ぜひご参加ください。今、スライドというウェブサービスでアンケート投票をしております。アクセスコード11974なので、参加できる方はぜひご参加ください。はい、よろしいですかね。はい、私がもう同じように悩むところでありますけども、全体の利益と他者危害原則というので、結構分かれている感じです。過半数は全体の利益ということになっています。
はい。パターナリズムっていうのはあまり支持されてないというように見えます。次のスライドに行きます。はい、ちょっと考えてみたいんですけど、他者危害原則というのは今言いました通り、あなたが下船するとあなたが他人に感染させることで、危害を加える可能性が高いため下船すべきじゃないんじゃないかということです。これに納得する人が多いということですが、確かにこの、今回のこの、3700人ですけど、この船の中、この船ものすごい豪華客船なんですけども、感染している可能性が高いと、みんな一部の人は感染している。で、あるいは発症してないけども感染が疑われるということで、基本的にはみんな、感染者だというような前提で、拘束することができるんじゃないか。もし感染していると外に出ると他人に危害を加えるということで、交流で停留措置とクオランティンができるんじゃないかと考えるのが重要な発想ではないかと思います。で、ついでに言いますと今回は感染確定した人に関しては、病院搬送すると、その船内に隔離するっていうんじゃなくて、病院搬送して治療するというふうになっておりました。次に行きます。パターナリズムだとどうなるかと言いますと、こうなります。あなたが下船すると、他人から感染させられる危険があるため下船すべきではないと。これは今回に関しては、もう日本に降りた方が安全じゃないかというふうに思われますので、通常であれば、高齢者や基礎疾患を持つ人など重症化のリスクが高い集団には当てはまる可能性があるんですけども、今回に関しては、おそらく下船した方が感染可能性が低いと考えられますので、説得力が弱いんじゃないかと思います。ですので、いやいや本人の利益考えるんだったら下ろしてくれと、下船の方が当人の利益になるだろうということになるんじゃないかと思います。ですのでパターナリズムは、私は、もっともらしくない、ということになるんじゃないかなというふうに思います。次に参ります。全体の利益というので、こういう理由だと。あなたを含めた乗客の下船を認めると、船外での感染者と死者が増えるため下船すべきじゃないんじゃないかと。はい。そうですね。私は他の、乗客が下船しないことで感染拡大という害悪を防ぎ、一人でも多くの命を助けることになるんじゃないかと。下船しないことで、感染拡大を防ぐというのに協力してくれということです。しかし、まだこの感染してない可能性が高い場合には、下船しないことで私は余計なリスクを受けることになります。でここが今回すごくそのダイヤモンドプリンセス号で問題になったことであります。このままいると私感染してなかったら感染することになるんじゃないかという問題です。はい。これが一番大きい理由だったと思うんですけども、もしかすると私感染してないかもしれないのに、けど、閉じ込められるということになるので、私ゾンビ映画も好きなんですけども、ゾンビ映画で時々ありますけども、逃げ遅れた人がそのゾンビと一緒に安全なところに入れなくて門が閉まってしまうというようなことがありますけど、それに似た可能性があるんじゃないかと。その全体の利益のために、犠牲になってしまう可能性があるんじゃないかというわけであります。はい。ただ今回はこれが正当化されたんじゃないかとこれなら納得するという人が多いということで、皆さん大変検疫法の発想をご理解されているというか、犠牲になる覚悟がある方が多いんじゃないかと思いますが、次に行きたいと思います。はい。そのダイヤモンドプリンセス号の感染拡大の経過について、簡単にご説明いたします。2月5日から14日間のクオランティンが先ほど申しましたように始まりました。その後、陽性患者が続々と増加しまして、国際的な批判も起こるようになります。で、その後にその欧米諸国からチャーター機によって、もう日本には任せてられないというのは自国民の帰国っていうのが始まるようになります。そうするとまた高齢者で持病を持つ人を優先的に、無症状の方から下ろすということも始まりますが、実際には2月19日、先ほどのクオランティンが終わってから陰性で無症状の乗客から下船してもらうことになります。で、ご存知かもしれ、覚えている方もいらっしゃるかと思いますが、2月20日に乗客の80代男女2名が死亡し、さらに2月22日には、日本でその陰性が確認されて下船した女性の感染が確認されて、日本では確認された後下船してクオランティン自宅待機しなくていいと、自宅待機しといてくれたらいいんですけども、完全に隔離する必要ないとしてたんですけども、これも問題になります。
で最終的には3月1日、香港の例が見つかってから約1ヶ月後に乗客乗員の下船が完了して、最終的な感染者は709名、2割ぐらいですかね、乗客乗員3700名の2割ぐらいが感染して死者が7名という結果になりました。これ、最終的な結果、その後も少し変わってるかもしれませんけども、大体こんな感じだったと思います。はい、次いきます。で、このクルーズ船の下船の制限ですけれども、振り返って考えてみると、2つ理由が大きく分かれましたけれども、両方あるんじゃないかと思います。他者危害の原則っていうのと、全体の利益によって正当化されるんじゃないかと。他人に危害を加える。全体の利益っていうのも、やっぱり日本にいる人々に危害を加えるということになりますので、この2つ、あまり切り離せずに両方の理由が、あるんじゃないかと思います。で、検疫法の第1条に目的があるんですけど、検疫法の第1条は、この書いてありますように、この法律は、船とか航空機に、が、その病気を持ってこないように、国内に侵入することを防止することを目的とするというので、全体の利益、日本全体の利益ということが、目的を、重視してるんだということが、わかるところであります。ただ先ほど言いましたように、それでですね、私この、クルーズ船の話出てた時、海外にいたんで、コーランティンっていう言葉を聞いてたんですけども、日本ではNHK の番組なんか見ますと、水際対策という言葉が使われてました。で、このコーランティンの訳し分けみたいのがなくて気になったんですけども、水際対策というのは面白い言葉でありまして、英語になかなかなりにくいんじゃないかと思いますけど、日本、その国境側のその海によって、切り離されているという国らしい言葉なんじゃないかと思いますけども、やはりその内と外っていうのが、問題になるところであります。ただこの水際対策という言葉を使うと、船内にいる人にとって水際って一体何だと、皆さん船の中に乗ってた時に水際対策でこういうことされてるというと、私たちは一体水際のどこにいるんだということになるんじゃないかと思います。はい、次いきます。はい、今、20分ちょっとですかね。はい、ちょっと酸欠になってきたので、ちょっとゆっくりいこうと思います。はい。この NHK の番組、後で見たんですけども、2月の18日ですか、にあった、これ、隔離、クオランティンが終わる頃の、直前ですかね、の番組になるかと思います。時論公論っていうとても役に立つというか非常に勉強になるNHK にお金払ってる会がある番組があるんですけども、この新型コロナウイルスクルーズ船水際対策に資格という言葉で、次のような話がありました。乗客の8割は60歳以上で、持病がある人もいたと。で、部屋に閉じこもってストレス、食欲低下と。で、その一人が言ってた言葉として、次のような言葉があったと。人間らしい生活に配慮してほしかったというわけです。ですので、この、クルーズ船なんですけど、国内の感染拡大を防止するには、拡大防止あるいは遅らせるには良かったけれども、日本全体の利益のために一部の、個人にしわ寄せがいってたんじゃないかということを考える必要があります。感染拡大というので、他人に危害を加えるだとか、その全体の利益のために、一部の人の自由の制限が許されると言っても、どこまで許されるのかと。一部の個人にどこまでしわ寄せが行くことが、全体のためには仕方ないよねというふうに言えるのかという問題があると思います。はい。それでもう少し考えないといけないところです。何かと言いますと、前回3つの原則というのを出しましたけども、それは、個人の自由を制限する、理由にはなるんですけど、それだけでは足りないんじゃないか。やはりその感染した人、あるいは感染の恐れがあるというので、自由を制限される人への配慮っていうのが重要なんじゃないかというわけです。それで、公衆衛生の介入、公衆衛生的な政策、広い意味での介入と呼びますが、介入の原則ということがいろいろ提案されています。ここで2つ、ご紹介したいと思います。はい。一つは、カナダの哲学者でロス・アプシャーという方がいるんですけど、もともとカントの研究者で一度会ったことあるんですけども、公衆衛生の倫理っていうのを私が研究している時に一度会ったら、もう何でもその倫理学とか生命倫理にしろ何でもかんでもアメリカで発明されているように考えられているけど、カナダ人もすごく頑張ってるんだというようなことを言ってたので、先にカナダ人の原則の方から紹介したいと思います。
他者危害、全体の利益等は公衆衛生政策の正当化根拠になるが、先ほど言いましたように、不利益を受ける者への配慮も必要であるというので、アプシャーは次のような原則が重要なんじゃないかと言っています。で、4つの原則として、1つ目は危害原則。これはミルの原則と同じで、公衆衛生的介入そもそも、他人に危害を与える、リスクがあるというものしか、やっちゃダメだ、その規制しちゃダメだろう、自由を規制しちゃダメだろうというわけです。二つ目は最小制約原則。これも非常に重要なもので、権利や自由の制約を、やるにしても必要最小限にしなきゃいけないということであります。必要最小限の、権利自由の制約にとどめようという発想です。で、三つ目が互恵性原則というので、これ最近っていうか公衆衛生倫理ですごく言われる言葉なんですけど、互恵性っていうのはお互い様っていう風な、ことなんですけども、ちょっと意味がこのお互い様から言うとちょっと意味が分かりにくいんですが、これは権利の制約された人には適切な保障をしなきゃいけないというものであります。こういう話は日本の憲法13条ですかね、にもあるかと思いますけども、権利の制約に対して適切な保障をしなきゃいけないということであります。はい。で、4つ目が、また別の角度からのもので、この意思決定をするときの透明性原則というのです。で、政策決定の情報公開や説明責任をしろと、が重要だというものです。ですので、他者危害原則だけではなくて、権利の制約は最小限にしなきゃいけないし、適切な保障もしなきゃいけない。で、政策作る際には情報公開や説明責任が重要だと。これをちゃんと守って、政策作ろうじゃないかと。公衆衛生で介入しようじゃないかというものであります。はい。もう一つだけ紹介しておきます。ちょっと、違うんですけども、ジェームズ・チルドレスという、ご存知の方いるかもしれませんが、生命倫理です。とても有名なアメリカの、ビーチャムのチルドレスの、片割れであります。この方たちが、公衆衛生的介入の正当化の5条件という話をしています。で、一つ目は、これアプシャーの話じゃないところで、介入が有効でなければ正当化できないということです。これダイヤモンド・プリンセス号の問題では結構問題になったもので、本当に、隔離が、外には出ないのは確かなんですけど、船内での、感染の拡大に有効なのか、それとも、よく海外で言われたように、海に浮かぶペトリ皿だとか、ペトリディッシュだとか、恐ろしい公衆衛生実験と言われてたように、船内ではもう、感染が広がるっていうのを認めてしまってるんじゃないかという問題があると。ですので、介入がそもそも有効かっていうことが重要になると。で、二つ目には、有効だとしても、介入による公衆衛生上の利益が権利の制限の不利益を上回っているかどうか。これも重要なところです。これは今回の外出制限なんかに当てはまる問題で、公衆衛生上の利益はあるし、例えば、街に出ないというのは重要だけども、権利制限によって経済が回らなくなって、人々は、もしかしたらバタバタ死ぬんじゃないかとか、失業してどんどん不利益がものすごい大きくなるんじゃないかっていう、そういった問題があるということであります。それも考えなきゃいけない。で、三つ目が必要性というので、権利の制限を伴う介入以外ではダメなのか、もっと、今回の日本の自粛みたいな形で権利の制限を、小さくできないのかということであります。どうしてもその権利を制限しなきゃいけないのかということが三つ目です。で、四つ目は先ほどのアプシャーのものと一緒で、最小の侵害というので、権利や自由の侵害を必要最小限に留めるべきだという発想です。どうしてもやんなきゃいけないなら必要最小限にしましょう。それで、最後もアプシャーと一緒で公共的正当化と。これ今日生命倫理とか公衆衛生だけじゃなくていろんなところで言われるところですが、政策決定の情報公開や説明責任をしっかり しないといけないということであります。そうしないと、人々が従わないですし、レジティメイトな、正当の党というのは、党というのは、応答派の党というか、決闘の党というか、人弁の方の党という言葉で、正当性がないという言い方がされるところであります。はい、はい、残りも5分になりましたら、さっさと行きたいと思います。はい。はい。それで、じゃあ今の話を受けて、船内停留か外出制限の話をしたいと思います。もう時間がないのでさっさと行きますけども、じゃあ皆さんが経験したような、あるいはより、厳格な罰則付きな形で海外での人たちが経験したような外出制限っていうのは、どのぐらい正当化できるだろうかと、いうことです。はい。これゴスティンっていうまた公衆衛生の法律の方が言ってる言葉ですが、次のように言ってます。
基地の危険を有する個人に対しては、隔離や停留指示を行うことは比較的容易である。しかし、我々は今、個人に対するいかなるリスク評価をすることもなく、大規模な停留措置が実施されているのを目の当たりにしていると。みんな、どのぐらいリスクがあるか、東京の人と岩手県の人で、リスクの評価がなされることなく、みんな、自粛するということが行われている。海外でも行われているというわけです。はい。そうすると、先ほどの下船の制限と外出制限というのは、感染症の対策として、行動の自由の制限を伴うという点で共通しているんですが、どう違うかと。すいません。ちょっと、詰まってますけども、ちょっと読んでいただければと思いますが、一体どこが違うかということを考えてみてください。はい、ちょっと考えてみていただきたいんですけども、時間ない中で考えていただきたいんですが、クルーズ船の待機と自宅待機、さらに営業自粛、もしかしたら営業の制限というのは一体どこが違うだろうかということを考えていただきたいんですね。一体何が違うんだろうか。同じようにやっぱりクオランティンすべきなのかということを考える人があります。で、さっきの原則的な発想も使って考える人があります。で、ここでライブでない人は止めてから、しっかり考えていただきたいと思いますが、ちょっと今時間がないので次に参りますが、例えばこういうことが違うと思います。例えば人数が違うと。もうちょっと読まないですけども、国民全員が関わるかどうかという人数が違う。で、期間も大きく違ってくるというわけです。で、生存っていうか、経済的な配慮っていうのも違う。クルーズ船は何と言っても比較的生活に余裕がある人が多いっていうことがあります。ただこれ乗員はものすごい貧しい人、国から働いている人も多くて、インドはインドネシアから働いている人もいて、この船の中の格差っていうのもものすごい問題があったと思うんですけども、そういう問題もあるんですけども、日本でやるとこれだけ休むと生活に困る人が続々出てくるということがある。目的は、クルーズ船は内と外っていう話がありますが、国民全体となると内と外っていう話がなくて、国民全体で国民全体を守るっていう問題が出ているということになります。あと、まだもうちょっとありますかね。ちょっとここまでスピード上げなくていいかもしれません。はい。で、感染可能性に関しては、先ほど言いましたね。クルーズ船は3700人も、1週間ぐらいもうみんな同じところで生活してましたので、客室に閉じこもるまでは一緒に暮らしてましたので、みんな感染の恐れがあるとみなしやすい。自宅待機営業自粛に関しては、感染の恐れがあるとみなすことが困難な人々が大勢いるということになります。先ほど言いましたように、岩手県という人はありませんけれども、岩手県か東京で、本当に最近人、会ってないよみたいな言う人も含めて、自由が制限されるということになります。そうしますと、はい。じゃあ外出制限っていうのはさっきと同じように考えていいだろうかということを考えていただきたいわけです。これで、3つ目の最後のアンケート投票をしたいと思います。まだ8分ぐらいありますでしょうか。はい、先ほどと基本的に同じ質問になるんですけども、市民一般の外出制限を正当化する理由として皆さん一番説得力があるのはどれですかと。聞いてるのは同じ質問です。答えが変わってくる可能性があると思うので、同じ質問を聞くわけですが、どうでしょうか。最初に、あなたが外出すると、あなたが他人に感染させることで危害を加えるため外出すべきではないという、この他者危害のっていうのが皆さん納得するか。あるいは、あなたが外出すると他人から感染させられる危険があるため外出すべきではない。自分に対する危害を守るということで納得するか。3つ目が、あなたの外出も認めると、あなたと似た状況にある人々の外出も、認めざるを得ないと。その結果、感染者と死者が増えるため外出すべきでないと。この全体の利益に訴えることになるかということになります。ちょっとこれ最後が分かりにくいので、ちょっと補足しておきますけども、これ他者危害と自己危害と少しフッ素の水道水の話もそうですけど、ちょっと違うところがあって、あなたが危害を加えるという確実なことはあんまり言えないと。ね、またあなたが感染するという確実なことも言えないと。ただ、全体的に網をかけるというか、全体的に制限しない限り、この感染症は止まらないんだというので、1と2と、少し違うものです。ですので、これのどれが、最も皆さん納得するかということを考えてみてください。複数の理由が皆さんはこれとこれというふうに思うかもしれませんが、一番説得力納得するのはどれかということを、またスライドで、意見を言ってみてください。はい。それじゃあお願いします。ちょっと私は息継ぎをしておきますので、少し、考えてみてください。
はい、後から参加した方は、スライド SLIDO というところで、ウェブサービスを使ってアンケートをしております。ウェブ検索等で出てくると思うんですけども、スライド SLIDO というので、アクセスコードは11974、11974です。ここから、投票できますので、いつでも結構ですので、やってみていただければと思います。はい。じゃあ、次、行きたいと思います。今見てるところ、500人ぐらいが参加していただいて、3人に2人が、67% が、全体の利益ということで答えていただいているかと思います。2割ぐらいが、自己危害。これが先に来てますね。で、それで1%、10% ぐらいが他者危害となってます。面白い答えですね。大体、3人に2人が、全体の利益から、しゃあないなと。そういう政府が、全体の利益と訴えるなら、やろうかというふうに言っていただいてます。2割が、自己危害。自分が感染する可能性があるから、閉じ込められるっていうんだったら、しゃあないなと。今14%ぐらいですが、他者危害となってます。はい。じゃあ、先に行きたいと思います。一国の外出制限の場合ですが、もう、詳しく説明しませんけれども、もう、すぐ終わりに近づいてます。次行きます。はい。よろしいですかね。はい。はい。スライドに戻ります。他者危害を理由に正当化するのがより困難な事例だと思います。これ理論的に難しいと思う。なかなか議論ができるところなんですけど、私は、先ほど言いましたように、あなたが危害を加えるっていうのはかなり説得力を持って言いにくい。いや、ほんまかいなと。私が出ることで絶対に私が感染して、他人に感染させるっていうことを言えるんだろうかと、いうので、むしろパターナリズムや全体の利益に訴えることの方ができるかもしれません。ただ、パターナリズムを本当に自分が感染するのかということもありますし、長期間にわたると一部の人は仕事ができないなど自由の制限が大きいので、いや、もう感染してもいいから仕事させてくれと。とにかく感染しても会社に行きたいと、そういう人は少ないかもしれませんけども、自分の利益考えたら、家に閉じ込められるよりは出た方がいいんだという人にとっては、このパターナリズム的な議論は説得力がないんじゃないかと思います。ですので、ここでも、最小制約原則、先ほど言いました、最小制約原則や、互恵性の原則、権利自由の制約を必要最小限にしているか、あるいは保障が十分なのか、あるいは透明性がちゃんと保たれた政策なのかということを考える必要があるかと思います。はい。でこれ面白かったんですけども、このステイホームニュージーランドでニュージーランドの警察が出したそのツイートした言葉として、こういうのが出てました。史上初めて我々はテレビの前に寝そべって、何もしないことによって人類を救うことができる。失敗しないようにしようと。いうことになります。これは人類っていう全体の利益のために、テレビの前に寝てたら、人類の全体の利益のためになるんだというようなことを、うまく表現していると思います。全体の利益のために、テレビ見て、家にいとこうというわけです。ただ、これは私の言葉ですけども、立ち直って考えると書いてますが、一体我々人類を救うっつっても、日本国民でも人類を救うでもいいんですけども、人類を救うために人々にどこまで犠牲を払うように強制してよいんだろうかということを、このような公衆衛生の対策の中では考えないといけないというふうに思います。これが重要なメッセージで、ぜひ皆さんに考えていただきたいところであります。はい。最後まとめです。クルーズ船の停留の措置っていうのは、先ほど言いましたように他者危害の原則から比較的正当化がしやすい。ただし乗客乗員の利益の考慮も重要なんだというふうに思います。
それで国家規模の外出制限を考えると、他者危害原則というよりは全体の利益の考慮の方が大きいと私は思います。でその際には、感染症対策としての必要最低限の制約なのかということを考える必要がある。また、人々が多大な犠牲を払わずに済むように保障が必要であるというふうに思います。で最後に政策決定の透明性や説明責任も、重要である。これを、考えて、公衆衛生、良い対策というのを今後も考える必要があると思います。はい、今、2つまで終わりましたね。次回は人工呼吸器を誰に配分するかという話と、自粛か強制かという話を、2と関係する話ですが、して、最後ポストパンデミックの世界というのはまだ準備していませんが、これをしたいと思っています。参考文献、1回目の参考文献はこれで、2回目の参考文献はこれになります。はい、じゃあ、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。はい。はい、さらに質問を受けたいと思っております。はい、いろんな質問を、いただいております。ありがとうございます。はい、質問とどんどん答えていきたいと思います。混乱の渦中で全体の利益に訴えられるよりも、個人にフォーカスを当てられる方が説得力があるように感じられるような気がする。そうですね。これはその難しいところで、やっぱりその、複数の理由っていうのを述べられてたんじゃないかと思います。それ全然悪くはないと思うんですけど、あなたの利益にもなるし、みんなの利益にもなりますよっていうような、ふうに言われてたんじゃないかと思います。まあ、何に説得力を感じるかっていうのは、非常に重要なとこなんですけども、最終的にやっぱりあなたの利益と言い続けていると、今回の自粛制限じゃない、外出制限っていうのは、いやいや、あなたの利益ってほんまかいなと、いや、私の利益になっているとは到底思えないよというような問題が出てくると思うので、どういう理由が、ならば、もっともらしいか。でも、もっともらしい理由は全部ないとしたら、やっぱりそれはもう、方向性を改めないといけない、政策を改めないといけなくなるんじゃないかというふうに思います。はい。はい、次行きます。全体の利益と言われても船の人は納得しないだろう。これ自分が隔離される側だったら割合は変わるんだろうな。船外と船内では意見が分かれそうというのはその通りであります。この、やっぱりこの、一体全体の利益って一体何なんだ。この全体っていうのは前回も問題にしてくれた方がいましたけども、日本全体なのか、世界全体なのか、あるいは船内全体なのか、非常にその問題が大きいと思います。特に今回問題が大きかったのは、日本人が、大体上院の3分の1か、まあそのぐらいなんですよね。で、海外の人が多くて、これがその、日本国内の感染を防ぐために、海外の人も非常に国際色豊かだった船の中にいた人が、そのために、まあある意味、その、まあ命を賭して、閉じ込められるということが非常に大きな問題だったんじゃないかと思います。まあ、これいろんな問題がありまして、日本がそもそも受け入れる必要があったのかとか、いろんな議論があるところです。法律上も、非常に、曖昧なところだったので、日本政府としても難しい対応が迫られたと思うんですけども、まあ、とはいえ、人道的に引き受けたことに対してどうやれば、日本国内、また船内の人たちが、納得できる対応ができたのかっていうのをやっぱり考える必要があると思います。皆さんも、船内にいなかったからというんじゃなくて、船内にいたらどうしてたら、納得ができただろうか、どういう対策だったらよかっただろうかということを考えていただければと思います。はい、次いきます。パターナリズムはそれ自体よりその時々の環境にもよるのかなというので、まあ、パターナリズムっていうと個人の利益っていうのが一体利益が何なのかということになりますので、その、状況によるっていうのはその通りだと思います。はい、でも全体最適って多数を幸福にするのだから実に民主的なのではないかということで、これも良い問題だと思います。その民主制度っていうのが何かっていう問題があります。私の先生だった加藤久武がその全体民主主義、自由主義、功利主義っていうのを3つをどういうふうに、考えるかっていうのが現代の倫理学、まあ、現代社会の問題だっていうふうに言ってましたけども、全体の利益、功利主義的にはまあ全体最適っていうのはいいと思うんですけれども、民主的かというと、多数が犠牲になる、少数が犠牲になるようなものが、本当に民主的と言えるのか、民主的決定によって少数者が犠牲になるところではあり得ると思うんですけども、それが民主的なのかどうか、というのは常に議論になるところです。少数派の声も、上げるということが本当の民主制じゃないか。ここが民主主義をどう理解するかという大きな問題があるかと思います。はい、次いきます。理論の問題とリアルワールド
ドでの問題とありますよねと。後者が制限者がどれぐらい正確な判断ができるかが大きい。非制限者と信頼関係の構築もあると。これも非常に重要で、どれぐらいその情報がしっかりわかるのか、いろんなことがどんどん変わって、情報が変わっていく中で、どれぐらい正確な情報が得られるのか、それで、どういうふうに発信、コミュニケーションすることで、信頼関係が得られるのか、政策決定者と政策決定者によって、その、権利を制約される人の間の信頼関係って非常に重要だと思います。はい。これがどこまでできるかっていうのは本当に、重要だっていうか、この、ダイヤモンド・プリンセス号でも非常に問われた問題だと思います。はい。一つはやっぱりこの準備しておくっていうのが非常に重要な問題だと思います。今回は準備できなかったので、次のために対策を取るっていうのが重要です。次いきます。全体の利益が受けられるには国家に対する信頼が必要条件になる気がする。この信頼っていうのも非常に重要です。これも言った通りです。次いきます。日本人の特性として何かを行おうとする際、高いレベルの根拠、エビデンスを求める傾向にあると考えられます。倫理的問題はかなりの問題で、社会規範の要素が含まれると考えられますが、現在の政府や WHO のように信頼性が落ちている機関が発した根拠と、多くの方が考える規範が対立した場合、人々の行動としてどのような傾向があると言われているのか教えてください。ちょっとこれ難しいところです。やっぱりこれ信頼という話になるかと思います。日本人は信頼が、どのぐらい日本人がその他の人々と比べてその信頼のおける情報を、求めているのか、エビデンスっていうのを求めているかって、これ人によってやっぱちょっと違うところもあるかと思います。で、今回、WHO の問題もありましたので、信頼性っていうのが、その政府や公的機関から出るものが本当に信頼を受けるのかって、割と信じてる人が多かったんじゃないかという私実感的には思うところなんですけども、どうやったらその信頼できる情報を出せるか、政府は何か隠してるんじゃないか、騙してるんじゃないかっていうことを思われないというのは政府にとって非常に重要だと思うんですけども、この信頼できる情報を出すということを透明性という問題で考える必要があると思います。はい、次いきます。他者危害原則だとして自分は感染していないはずという反論があり得る。前回の議論で他者危害は直接的限定的であるべきと考えると他者危害原則がしっくりこないのかなと。これその通りであります。何度か授業の中でも言いました通り、他者危害原則っていうのは基本的にはやっぱりその直接的に個人に危害を加える、あるいはそのリスクが高いと、例えば再犯の問題がありますけども、高い人に関してはある程度自由の制約が認められるかもしれないけどですが、そのリスクが非常に薄まってくると、他者危害で制約、自由を制限するのはかなり無理が出てくると思います。これを公衆衛生の倫理で大きな問題があるところ、理論的にも問題があるところなんですけども、おっしゃる通りかと思います。はい、次いきます。海外からの他の経路での入国に対する制限との公平性の視点ではどうだったんでしょうかと。これその通りで、船からじゃなくて、私、なんかは、個人的な話になりますけど、このダイヤモンド・プリンセス号終わった3月17日ぐらいに、日本に帰ってきましたけども、割とそのどのぐらい厳しいかなと思ってたんですけど、あんまり厳しくなくて、空港から戻ってこれたので、1ヶ月経っていろんなことが分かったということもありますけども、公平性という問題もあると思います。で、もう一つは、この、ダイヤモンド・プリンセス号を受け入れた後に、2月の5日だったでしょう、6日だったと思いますけども、似たようなちょっと船の名前忘れましたけども、似たようなクルーズ船を日本が受け入れなかったってことがあります。これ他の国も受け入れなかったんで、日本も受け入れなかったと思うんですけども、出入国の法律を盾にして受け入れなかったってことがあります。これが良かったのかと、人道的にどうだったのかっていう問題もあると思います。かなりパニックになってた時だったので仕方ないといえば仕方ないかもしれませんけども、このダイヤモンド・プリンセス号は受け入れたんですけども、他の船は受け入れなくて本当に良かったんだろうかという問題も、あったと思います。これもその船の中にいる人の立場も考えた上でちょっと考えていただきたいところです。次です。チルドレスの原則は緊急時に適用可能なのだろうかと。これもいいことですけども、原則としては緊急時にも適用可能なんだろうと思います。大事なのは、緊急時に備えて、これ次回言いますけども、緊急時に備えて、地震の対策もそうですが、緊急時に備えて事前に対策をしておく。で、そのためにこういう原則を考えるべきだということだと思います。緊急時にもう泥縄で対策を取っているようでは遅いというのが問題になるところです。
次に行きたいと思います。最小侵害であるということは物差しがなかなかつけにくいデメリットがあると思うので、ですが、最小であると声がでかい人が言えばそうなると。必要性、補充性である程度、必要性である程度デメリットを緩和できると思えばいいですかねと。はい、最小侵害であるっていうのは、これはもう法律の方にも入ってもらって、どの、権利が最小の侵害であるということを十分考える必要があると思います。そのためには、やっぱりいくつかの選択肢があって、その政策の選択肢の中から、メリット、デメリットをよく考えた上で選ぶと。で、それもやっぱり透明に決めるという必要があるんじゃないかと思います。で、この透明性にはいろんな課題があるとは思うんですけども、これは非常に重要な課題だと思います。次いきます。検疫法と感染症法の違いは、入国を許可する、権限があることと、試験の制限をする権限がないことで、止め置きは法的にはクリアできますが、それを、行使した際に予想される結果と、それに対する法略についての説明が、倫理的には求められるということですよね、と。その通りだと思います。私、法律の専門家でないので、あんま詳しくは言いませんけども、検疫法は、検疫が済むまでは、船を着岸させないと、着岸にですかね、船を、下船させないということが認められております。で、感染症はものによりますけども、感染の恐れがなければ、恐れがあるかどうか。で、さらにはさっきの他者飢餓原則と関係しますが、それ以外の人々、濃厚感染してない人というのに対する拘束力が違ってきます。ですので、一体それをどうやって説明できるかということがあります。ただ、ここはその歴史的な問題もあって、どんどんその感染症が、社会的な脅威でなくなってきたので、どんどん強制力がなくなってきたっていう問題もあります。ですので、やっぱり、今回の件を考えて、もう一度その法律のどのぐらい制限するかと、権利を制限するかについての、見直しが、求められているんじゃないかと思います。はい。次いきます。全体の利益を突き詰めることが互いの行動を監視し合うような流れにつながるんではないかということがありますが、これは第4回の自粛のところで検討したいと思います。これも重要な問題だと思います。はい、次いきます。この回答率、国によって絶対違うだろうな、そうだろうなと思うんですよね。私もこの事業を、他の国でやると違うんじゃないかなというふうに思います。次いきます。確かに、海外は、マスク着用ですら自由が奪われるというぐらいなので、国民性で回答がガラッと変わりそうですね。これもその通りで、自由ということを非常に重視する。もうなんていうか、見るの他者危害原則だけでいこうっていうような、お国柄だと、典型的にはアメリカ、リバタリアニズムと呼ばれますけども、自由っていうのは、他人危害を加えない限りはもう全部自由だというので、その自由の制約に対して非常に、怒る人がいるような、国では、やっぱ考え方が随分違うんじゃないかというふうに思います。次いきます。日本語が読めてないのかもしれませんけど、他者危害でしか正当化できないからやりすぎと思った人はどこに投票すればよかったんでしょう。ちょっとこれ、私の書き方が悪かったかもしれません。どうなんですかね。他者危害でしか正当化できないからやりすぎと思った人は、ちょっと、うまくいってなかったかもしれません。また、質問、コメントを書いていただければと思います。ちょっとこの3つに絞ったので、その他の人も多かったんじゃないかと思います。一部いたんじゃないかと思います。次いきます。行動介入する上で得られる全体の利益と、それに伴う損失、損失制限で、保証ですかね。で、後者が上回る場合、損失か。で、後者が上回る場合は介入を正当化するべきではないとのことですが、後者が上回っているか否かを判断するための、明確な根拠もない中で、どのように判断されるべきなのでしょうか。はい。これ非常に重要な問題で、どこまで計算できるか、通訳可能性っていう問題があります。生命が失われる、死亡者っていうのは数にはできるんですけども、あるいは感染者の数はできるんですけども、自由が、生命と自由っていうのを天秤にかけられるかっていう問題があると思います。ただこれは、いろいろ言われているところでありまして、医療経済とか、あるいは経済学の方が専門でやってる方いると思うんですけど、公共政策等では、費用便益分析というのがあって、それで、原則としてはいろんなことが、例えばダムを作るかどうかとか、環境問題でどのぐらい、環境に対策をするかどうかということで、いろんなことが言われているところです。理論的にはいろいろまだ発展途上のところがあるかと思うんですけど、この計算を、していくっていうのも非常に重要です。で、今、すぐにはできないかもしれませんけども、やっぱりこういったことを、出していく。
いうことが重要だと思います。外出制限によってどのぐらいの制約が、どのぐらいのお金が失われるのかだとか、どれぐらいの、基本的に全部お金に還元できればお金に還元して、計算するっていうのが、非常にその全体の利益を考える中では重要だと思います。典型的に言うと、その感染によって失われる命だけが問題ではないということが全体の利益の中では考えないといけないところであります。次いきます。逆の見方をすると外出制限に協力しなかった人たち、例えばパチンコに行った人たちは3つの選択肢のどれを選んだと考えられるのか、あるいは彼らの思考には何か欠落していたのかということですね。これも重要だと思います。法律によって法律で罰則が受けられない、罰則がなければ何をやっても自由だと思ってたのかもしれませんし、いろんなことがあったんじゃないかと思います。協力しなかった人たち、いろんな理由があるのかと思いますので、これについても考える必要があるんじゃないかと思います。社会科学者の人はぜひ調査をこういうのもしていただければと思うんですけども、重要な指摘だと思います。次いきます。制約を与える側は国家でいいのでしょうかと。第三者機関が必要ではないでしょうか。そうですね。これも、面白い問題で、最終的には、国家権力がその罰則を伴う、刑罰を伴うことができるんだと思うんですけども、こういう議論をするところ、こういう、いろんなところができたんじゃないかと思いますし、船なんかは、船長に最も権力が、今回は船だけじゃない、船長だけじゃないですけど、権力が集まっているというので、必ずしも、国家だけじゃないと思うんですけども、基本的には、私の考え方では、意見を言うことはいろんなところができますけども、最終的には、国家権力が、政策を決めてそれを執行するっていうのが一番良いんじゃないかというふうに思っています。はい、次いきます。免疫の獲得を全体の利益と考え出すと議論が発散しそうですねと。この免疫の獲得というのは難しい問題で、まだここ分かってないところなんで、あんまり私言わないようにしておきますけど、免疫がどのぐらい獲得、自然に行動していれば免疫が獲得できるのか、どのぐらいの命が失われる前に、免疫が獲得できるのかっていうのは、重要な問題かと思います。次いきます。制限の最小化、互恵原則、情報公開の3要素により各国の対策実態を評価することができるが、そうした情報収集公表を行っている機関はあるのでしょうか。これEU 等々で、大学レベルですかね。大学レベルではいろんな政策を、横並べにしているところあると思います。ただそれでどれがいいといったような、ことをまだ十分には評価してないんじゃないかと思いますけど、そのうち出てくるんじゃないかと思います。私知ってるところでは、例えばインペリアルカレッジロンドンなんかが EU の政策、EU 圏内の政策の評価というか、を横並びにどういうことをしているかといったようなことを示してるんじゃないかなと思いますけど、これまたご存知の方いたら、教えていただければと思います。これも後の評価っていうか、今後の評価っていうか、今後の、ことを考えると非常に重要な、指摘だと思います。ちょっと私が知らないところもあると思います。次いきます。外出の制限のように国民全体が関わるような措置では、保障を行うにもそれを誰が行うのかという問題が出てこないでしょうか。これは広い意味では前回少しお話に出た将来世代との利害対立という論点に関係しているのでしょうかと。そうなんですよね。今回みたいに、ダイヤモンド・プリンセス号みたいに、船だけじゃなくて国家全体ということになると、やっぱり国家が保障せざるを得ないんですけども、保障するっつっても、実際問題無理なんじゃないかという問題があると思います。それに、一体誰が、被害を被っているのかということも考える必要があると思います。将来世代もそうですし、いろんな他の国の人はどうなんだとか、例えば会社とかが、国際的な企業、多国籍企業が、例えば他の中国なんかの企業、工場の仕事をストップさせるとき、その時じゃあどこまで保障させる、そこの労働者も保障すべきなのだろうかと、そういった問題も出てくると思います。ここも私自身十分に考えきれてないので重要な問題だと思うんですけども、一体全体というのはどこまで考えるべきかという問題があると思います。はい。もうちょっと時間迫ってきましたけども、最後にしたいと思います。すいません。ルールが異なる国家
カ間を渡る場合、境界線が曖昧だとカオスになるよねという意識が働くので、検疫が厳しくても仕方がないと。これも重要な問題で、そのボーダー、その感染症がボーダーを渡っていくわけですけども、ボーダーをどうするのか、日本は海で切れているわけですけども、他の国だとなかなかそうはいかないわけです。日本も例えば関所を作ってからも関所で切ったらいいんじゃないかと、もう岩手県なんか岩手県の外からと特定の県名を言うのは良くないと思うので、どっかもう県の境で関所を作ったらいいんじゃないかみたいな話もあったかもしれませんけども、非常に大きな問題があると思います。ただ境界線っていう発想というよりは、むしろ、国際レベル、あるいはアメリカ等であれば連邦レベル、日本であれば、知事とも協力しながら、国のレベルで、どんどんルール作りをしっかりしていくっていうのが重要なんじゃないかと思います。今回国レベルでの対策で非常になんていうんですかね、国レベルの対策で、とても国際的にやっていく、議論する暇がないっていう雰囲気があったような気もするんですけども、やっぱり日本だとアジア圏、あるいは、国連等とも連携した、どうしていったらいいかっていうのを、ズームなんかでできる時代ですので、議論するっていうのが、重要ではないかと思います。これはもう国家レベルだけじゃなくて、学者レベル、でもそうじゃないかというふうに思います。はい、ちょっと時間になりましたので、これに終わりにしたいと思います。次回また会えることを楽しみにしております。皆さん元気で過ごしていただければと思います。さようなら。